はい、皆様こんにちは。ナノチャンネルです。今日のジャンク品はこちら。マキタのペンドライバードリル DF012D ですね。動かないっていうジャンクで購入しました。発売日は2017年の2月ですね。早速見ていきましょう。はい、バッテリーさせていきます。右回転も左回転も動きませんね。なんかね、スイッチにね、違和感がありますね。右と左で全然押し加減が違うし、押した感覚がない感じ。多分スイッチが悪いんでしょうね。早速分解していきます。ではまずね、ここに2つね、なんか挟まってるんで、これをね、外していきましょう。マイナスドライバーとかでね、こうやってヒュッてあげれば外れますね。はい。じゃあ次に、ここ3本外します。はい。ここだけ長いですね。はい。コントローラーがありますね。この3本外していきましょう。これらもね、外していきます。はい。外れました。もう外しましょう。外さないと見えないですね。もうこれ一気に、回線噛んでる？噛んではないか。こういうもんか。草。はい。これなくさないようにね。はい。で、次は、うわ外れた。勝手に。はい。問題のスイッチですね。これは、邪魔なもの全部外していきますか。はい。これね、引っかかってるだけっぽいので、これをこうやって、ちょっと上に上げて、とりあえずじゃあもう、この、フライヤーで大活躍やな、こいつ。使い方はね、これに関してはもう絶対違います。超便利。これですね。すげえ、初めて見た、こんなスイッチ。モーター取れるんですね。割らないようにと。スイッチロックのやつですね。あとは結構接着剤でついてる感じか。これを外したところで、こっちはちょっと開けやすくなるけど、どうせこっちはね、このでけえ端子が邪魔やから、外せにくいんですよね。意外といけるな。こっち逆にむずい。とりあえず上げて、もう後のことはもう任せよう。はい。いけましたよ。はい、取れました。なんか悪いかこれ。結構動き悪かったんですけどね。接点もなかなか汚れちゃおるか。この辺きれいにして、こっちはそんな悪いようには感じませんね。で、これ。こういう風になってたんだ。結構、ガチャガチャって言ったら、びっくりした。壊したかと思った。こういう風にスプリングが効いて、カチャンってなる感じですね。意外と掃除だけで治るか、これ。接点がさ、すごく小さいというか、ここが当たるとこっすよね、こことここね。なんで、接触不良起きがちかもしれないですよね、これ。これをね、掃除していきます。だいぶ綺麗になったんじゃないかな。次これ、掃除していきます。はい、今回もコンタクトグリスですね。接触する部分にね、塗っていきます。もう絶対ここには必須ですね。ここと、ここね。このシャフトの部分、ここにも塗っといた方がいいでしょうね。ここはね、常に動くところなんで。あとはこいつですね。はい。もう逆側に塗ったんですけど、一応こっちにつけて、もうあとは入れるだけですね。はい。そんなうまくいってる感じはなんかあんましないですね。テスターでね、測りたいんですけどね。とりあえずね、トリッカー、これつけて感触を確かめるって感じで。
入ったか。ああ。だいぶ、ってか全然違いますね。こんなカチカチ感がなかったんですよね。今回ちょっと、あんま手応えっていうか。じゃあもうスイッチね、テスターで測れないんですけど、もう治った感じがすごいんで、もう組み込んでいきます。とりあえずこれか。はい。OK ね。で次に、これ、丸ごとね、ブスッと。これを忘れずにね。こっちが黒で、こっちが赤ね。さっきのやつ、上になってた気がするんやけど。絶対こうよね。はい。まあ、牧田がね、あんな組み方をするわけがないですよね。うん、OK。はい、で、あとここにね、これ。こっちか。つけて。はい、完成。はい、じゃあね、早速電池さして動作確認していきます。はい。これはね、さすがに全然感触が違ったんで、一応動作確認しますか。ちゃんとね、スイッチ直したんで、早速ね、試験していきたいと思うんですけど、そんなにね、トルクを要する機械じゃないんで、こういうね、ねじ締めの試験みたいな感じのをしていこうと思います。トルクをね、1だと、こんな感じ。精密に止まってくれますね。すげえ。うん。さっきこの辺にあったスイッチでトルクを管理してる感じですね。はい、皆様、いかがでしたでしょうか。初めてペンドライバードリル使ったんですけど、かなり使いやすいですね。今回もね、またスイッチのね、修理で申し訳ないんですけど、あんまりね、特殊な壊れ方をしたジャンク品にね、当たらないんですよね。まあ、今回はね、スイッチのグリス切れっていうことでね、簡単な修理でしたね。ご視聴ありがとうございました。また次回のジャンクでお会いしましょう。